見て。Hi! Ray がいる。It's Ray Ray's channel! And Naomi, and this is... What's your name? Hi, こんにちは。レイレイズチャンネルです。今日は何を話すかというと、1年ほど前ぐらい、1年以上前ぐらいにお友達、あやみちゃん見てる？あやみちゃんから質問を受けてたことに答えていこうと思います。その質問はというのは、日常生活で気をつけてることは何？ということです。長くならないようにさっさっといきたいんですけど、余計な話をしないようにします。大きく分けて2つ。1つは発作を起こさないために気をつけていること。で、2つ目は発作が起きた時のために気をつけていること。この2つに分けていきます。話していきます。で、1つ目、発作を起こさないために気をつけていることはもう大きく分けたらポイントは3つ。またや。お願いします。で、1個目の発作を起こさないためにしてることは大きく分けたら3つ。ありがとう。注意しなきゃいけないことがあります。1つ目は体温上昇、2つ目は疲れ、3つ目は興奮。この3つをなるべく避けるように、でもレイがなるべく楽しめるようにしながら生活してます。はい。で、体温上昇を避けるって言ったらどうやってすんのって感じですよね。体温上昇は本当にドラベの天敵なので、はい。とにかく体温上昇一気にバッて上がってしまわないように気をつけてます。で、気をつけることをパーッと言っていきます。ここにちょっとメモがあるのでメモを見ながらいきます。まずは、熱が体にこもらないように、汗かきにくい体質の子が結構多くて、お薬のせいもあったりもするんですけど、服の調整を結構こまめにします。室内温度の調整もします。2つ目、気温が高い日は外で遊ぶのはなるべく避ける。で、外に遊びに行く時はクーリング剤とかをこう背中にクールリュックみたいなのがあるんですけど、それを背負ったり首にアイスのを巻いたり、そういう対策をして遊びに行きます。帽子も欠かせないです。で、体温上昇を避けるって聞くと、じゃあ夏どうするのって感じですよね。夏めちゃくちゃだから私たちは緊張しながらピリピリしながら生活してるんですけど、車に乗る時、車の温度ってすっごく高いので、乗る前にまずは車の温度をガーッと下げます。クーラーとかかけといて、でから乗ります。あと毎日の、夏以外で毎日のことです。入浴、お風呂に入る時はできるだけシャワーの人が多いんですけど、体温がガッと上がらないように入浴をさせてあげたいなって思うなら、お湯の温度はすごく低い。冬でもうちは39度、そうやって低いって思うかな。私にとってはすごい低いですけど、39度とか40度とかでお風呂の窓を開けて、ドアも開けてパッパラパーにして、もう私はもうブルブル震えながら一緒にお風呂とか入ってました。でもお風呂入れるっていうのは調子がいい時だけです。調子が悪かったらもうお風呂はやめます。シャワーだけにしたりシャワーもしなかったりします。お風呂に入る時の注意点、レイの場合はですけど、この子はこの前の動画にもあげたように小発作っていうのが日常的にあります。で、小発作がお風呂に入ってる時に2回起こったらもう出るようにしてます。2回以上起こってお風呂に入ってた時は大抵大きな発作をお風呂の中で起こしたりしてたので、自分たちの中で勝手にルールを決めて
2回小発作が起こったらはい出ますって感じでさささっと出ていきます。あらららら。次は発熱を伴うリスクの高い風邪をとにかくひかさないように気をつけています。だからそのために何をするかって言ったら、なるべく人混みは避けます。特に子どもたちが集まる場所は避けたい。特に冬場インフルエンザとかが蔓延してる時はショッピングモールとか人が集まるようなところは行かないようにしてます。でどうしても人混み目かかないでかいかいの飛んでけ OK はい。どうしても人混みの中に行かなきゃいけない時とかはうちではクレベリンわかりますか？なんかウイルス除去の置いといたら置物とかもあるんですけど、その二酸化炭素でウイルスを除去するとかいうそれのなんかペンバージョンがあって、ここに初めての飛行機の動画の時にレイが初めにここにつけてるやつなんですけど、それをつけてるようにしてました。効果があるのかはちょっとわからないけど、でもこの前の冬はそれでなんとか乗り切って風邪ひかなかったので、もしかしたら効果があるかもしれません。で避けなきゃいけない2つ目のポイントは疲れが出てくると結構発作が、増えることが多いんですね。なのでだいたい転換期そうかなと思うんですけど、お昼寝を結構大きな年齢になってもお昼寝を欠かさずさせてます。疲れが出ないように。でレイもそれは例外ではなくて毎日お昼寝今は1時間から2時間させて、なるべく1日の中ですごく疲れが溜まって発作が出やすい時間帯を作らないようにしてます。なのでカッセイはい顔も入れて、男の子の顔は見せよう。こんなんやってましたよ。できたよ。そうだから疲れをためさせないために昼寝は必須で、規則正しい生活を送る。でレイの場合はですけど、なんか夕方に発作が起きやすい傾向にあるから昼寝をさせてもなんですけどね。だからだいたい1日の生活リズムは午前中アクティブタイムで、午後からちょっと昼寝に向けてちょっとゆっくり生活して、で昼寝をしてから起きてからはもうだいたい家にいます。もう何かとっても大事な用事がない限りは夕方お昼寝後に外に出ることはないかなって感じです。3つ目に避けなければいけないこと、これがもうめちゃくちゃ難しいんですけど、興奮避けれないんですよね。だって楽しいことしてたらさ。だけどできるだけかな、ここかな。できるだけ興奮させすぎないようにしています。なんかすごい変だなって自分たちでも思うんですけど、遊びに行かせる時とかプレイグラウンドとか行ってとかに「はいそんな興奮しすぎないでよ」って声をかけるんです。スティーブも私も。それってなんかね、子供に言うことじゃないけど、でも仕方ない、ドラベだから転換だから。楽しいことをねなんか思う存分させてあげられないっていうのはめちゃくちゃ辛くて、私たちとしたら。だからなんかそこのバランスがすっごく難しいです。興奮させすぎたらダメだけど、でも楽しいことはしてほしいし。はいはいイエイ。だからなんかその時と場合によってはもう絶対発作起こるなって見てたら分かるけど、でももう遊ばせてあげたりすることもあります。で夏休みにずっと昔に撮ったプール、お友達の家で髪の毛切ってもらってプールで遊びましたよっていうのがもうそれの大きな例で、もう発作来るだろうなって思ってたけど、でももうさせてあげたかったからもう行け行けと思ってさせたんです、あの時。でも本当にあの時はラッキーで発作がなかった。あんなことはもう珍しいです。奇跡に近いです。だいたい来るなと思ったら来ます。でもそれでもさ楽しい
からいっかって思う時もあります。とってもバランスが難しい。でちょっと興奮と関連してもう一個なんですけど、遊んでる時にレイは小発作をパパパパパっていっぱい起こし始めたら、大きい発作が来るなっていう時だから、遊んでる途中でも結構私はこうレイの目に注目して一緒に遊んでたりします。で公園とかで遊んでる時も「レイ一人で遊んでおいで」じゃなくて、もう必ず私は「なんかあれで遊ぼうか」「なんかあれで遊ぼう」ね、1どこかなーって。公園で遊んでる時とかでも結構こういつも至近距離でレイを見てて、塩ホスいっぱい出てきたぞって思ったら木陰でちょっと休憩させたり、だから遊ばせながらも発作が起きないように常にこうコントロールできるだけしようとしてるって感じです。はい、かなりグダグダのビデオになってしまったんですが、伝わったでしょうか。だいたい1年ほど前に日常生活で何に気をつけてるっていう質問をもらって、でその時に考えてた、その時から何気をつけてるかなっていろいろ考えてたんですけど、めちゃくちゃ多かったんです、その時で。そっから1年経って、で私たちも強くなったしレイも強くなったっていうのもあるんだけど、気をつけること、ピリピリする度合いっていうのがすごく減ってきてる感じはします。1年ちょっと前かなとかは本当にスーパーにも行けないぐらいにレイの発作もひどかったのもあるし、私たちも発作に毎日毎日怯えてたっていうのもあるんですね。だけど今はスーパーに行けるし、ショッピングモールにも行けるようになったし、公園に遊びに行けるようになったし、前は絶対行けなかった。だから本当にできることが増えていってて、制限も自分たちの中でもうこれぐらい発作起きちゃうかもしれないけど、これをさせてあげようかなっていうのもことも出てきたりして、なるべく楽しく過ごそうっていうのに重点を置けるようになってきました。なのでこれから先にこのビデオを自分で見返した時に、こんなことも気をつけてたんだな、大変だったな昔って思えるような自分たちになってたらいいなって思います。Thank you for watching。 こんなのでいいかな、あやみちゃんグダグダでごめんね。 See you again in our next video。 ありがとうございました。出た。